皆さんはデスクワークやゲームをする際、どんな椅子を使用していますか？私は今までずっとゲーミングチェアを使用していて、なんとなく体に合ってないなと感じていたのですが、先日フレキシスポットさんのキャンペーンに当選し、オフィスチェアをいただいたので使ってみたところ、ゲーミングチェアと違って体への負担が少なく感じてびっくりしました。そんな中、株式会社ウィルビー様よりゲーミングチェアに最適解をというコンセプトで開発されたゲーミングチェア×オフィスチェア設計のハイブリッドチェアであるエイムチェアをご提供いただきました。今回は私が使用しているゲーミングチェア、オフィスチェアとはどんなところが違うのかにも触れつつ、このエイムチェアについてご紹介します。ゲーミングマウスやゲーミングモニターのようにゲーミング〇〇と名が付いた製品が存在し、これらはすべてゲームのプレイヤーのパフォーマンスを最大化するためのアイテムと考えられています。しかし、エイムチェアの開発担当者の方は、ゲーミングチェアに関してはその独特な設計や使われている素材等から本当にゲームに向いているのかと疑問に感じていたとのことです。本来ゲーミングチェアは長時間座り続けても疲れにくい姿勢の維持や安定したプレイのサポート、そして集中力を損なわない使い心地が求められると考え、これらの要素を満たしたゲーミングチェアを実現したいという思いからエイムチェアを開発されたそうです。これを聞いて私がまず思ったのは、そもそもゲーミングチェアって何だろうということでした。レーシングカーのバケットシートにそっくりなものが多いですが、なぜこれがゲーミングチェアなんだろうと。ゲーミングチェアといえばそういうものと思っていましたが、よく考えたら不思議に感じたんですよね。そこで少し調べてみたら、自動車の高級シートを製造していたメーカーが自動車業界の不況により収益が大幅に減少した際に、その打開策としてこれまでのシート製造技術を e スポーツアスリートの疲労軽減に活用できないかという点に目をつけたことで生まれたのがゲーミングチェアの起源とのことです。このような流れで生まれたゲーミングチェアですが、バケットシートを元にしているということで、長時間同じ姿勢で座るには最適かもしれません。でも運転するときと違ってゲームやパソコン作業をするときはリアクションを取ったりタイピングをしたりとずっと同じ姿勢というわけではないですよね。またバケットシートの独特のデザインである座面や背もたれの左右の張り出しはカーブを曲がる際などに腕や足に力を入れなくても体が動かないようにホールドしてくれるという役割があるようですが、これもゲームやパソコン作業には必要ないのではと感じました。エイムチェアはそんな従来のゲーミングチェアとはどんな違いがあるのでしょうか。それでは早速開封していきたいと思います。外箱はちょっと潰れていて中身へのダメージが心配でした。中身も緩衝材があまりなくパーツが動いてしまいそうな感じです。座面を包んでいる袋に穴が開いていたり、キャスター等が入っている段ボールも潰れていましたが、商品自体には傷がなかったので一安心。パーツは全部でこれだけです。ドライバーに加え手袋も付属しています。次は組み立て手順について見ていきましょう。レッグフレームにキャスターを取り付けます。レッグフレームにガスシリンダーを差し込みます。背もたれにヘッドレストを取り付けます。座面にアームレストを取り付けます。デスクの上など高さのある場所に乗せて行うと簡単です。座面に背もたれを取り付けます。こちらも同様にデスクに乗せて作業します。最後に座面をガスシリンダーに差し込めば完成です。ということで完成したのがこちらです。組み立ては大きく苦労するところもなく、比較的簡単でした。
次はエイムチェアの商品概要について見ていきましょう。こちらがエイムチェアの商品概要になります。エイムチェアにはオールホワイト、ブラック、ホワイトの3色があり、今回私はブラックをご提供いただきました。座面はウレタンとなっており、座り心地がいいです。背もたれはメッシュとなっているため、通気性もいいです。そしてこのメッシュですが、結構柔らかいため背中にフィットしてくれます。ゲーミングチェア、オフィスチェアと比べるとこんな感じです。見た目はゲーミングチェアというよりオフィスチェアに近く、一般的なゲーミングチェアのような特徴的な見た目ではないので、どんな部屋にも馴染みそうです。また、一般的なゲーミングチェアと比べると少しコンパクトなので、部屋にスペースがあまりないという方でも置きやすいのではないでしょうか。アームレストもかなりコンパクトです。次は各機能について紹介していきます。座面の高さは座って右側にあるノブを時計回りに回すと調節できます。高さは43センチから53センチとなっており、一番高くすると身長173センチの私は足がつきません。一番下げた状態だと身長152センチの妻が座ってもちょうど良かったので、大体の方は問題ないのではないかと思います。リクライニングは座面の高さ調節とは反対側のノブを時計回りに回すとロックが解除されリクライニングができ、反時計回りに回すと好みの角度に固定できます。角度は90度から123度となっており、ゲーミングチェアだと時々あるフルフラットのリクライニングはできません。座面右下のレバーを持ち上げ、座面を前方または後方に動かすことで座面の奥行きを調節できます。ランバーサポートは独立しているタイプではありませんが、背面にあるレバーで高さを調節できます。アームレストは高さ以外にも前後、回転、左右の調節が可能です。ヘッドレストは高さのみ調節可能で、角度の調節はできません。高さは6段階の調節が可能です。次に使ってみて感じた良い点、気になった点をご紹介します。とにかく座り心地がいいです。座面のウレタン、背もたれのメッシュともに柔らかく、長時間座っていても全然疲れません。私が使用していたゲーミングチェアは座面、背もたれともにウレタンだったのでクッション性は良かったのですが、ランバーサポートとヘッドレストがクッションだったため、毎回同じ位置にセットするのが難しく、少し動くとずれてしまうので座り心地がいまいちでした。柔らかいのでリラックスはできるけど、作業をしていると姿勢は崩れやすく疲れやすいという感じでした。また、先日レビューしたフレキシスポットの C7 Pro は座面、背もたれともにメッシュ素材ですが、こちらは少し硬さのあるメッシュなので、エイムチェアとは座り心地が結構違います。感覚的にはエイムチェアの方が座っていてリラックスできる感じで、C7 Pro の方が姿勢がピシッとする感じです。では、エイムチェアは姿勢が崩れやすいのかというとそんなことはなく、人間工学に基づいて作られているエルゴノミックデザインを採用しており、また調節可能なランバーサポートやヘッドレストにより正しい姿勢をキープすることができます。
ゲーミングチェアにはあまり備わっていない座面の奥行き調節機能ですが、これがあることでより多くの人の体に合わせることができます。また、FPS ゲームなど集中するゲームをしているときは前傾姿勢になることも多いかと思いますが、一般的なゲーミングチェアは後傾姿勢に合わせて設計されているため、こういったゲームとの相性が良いとは言えないのかなと思います。その点、エイムチェアは座面を背もたれ側に寄せると体が椅子にフィットして前傾姿勢が取りやすくなり、背もたれから離せば一般的なゲーミングチェアのように後傾姿勢にも合わせることができます。そのため FPS のように前傾姿勢でプレイするゲームから RPG のような後傾姿勢でリラックスして行うゲームまで様々なシーンに合わせることができます。さらに前傾姿勢が取りやすいということはゲームだけでなく仕事もしやすくなるということです。リモートワークをしている方だとゲームも仕事も同じ椅子を使う方がほとんどだと思いますので、前傾後傾どちらにも対応できるエイムチェアはおすすめです。こちらはヘッドレストを一番下げた状態で C7 Pro とエイムチェアの座面からの高さを測ったものなのですが、エイムチェアの方が少し低くなっています。身長152センチの妻に両方座ってもらったところ、C7 Pro はヘッドレストが高く首が痛いと言っていたのですが、エイムチェアはちょうど良いとのことでした。次は気になった点について紹介していきます。こちらは開封の際にも少し触れましたが、商品のカバーに穴が開いていたりと梱包が少し雑かなと感じました。幸い中身には傷はありませんでしたが、もう少しパーツが動かないように緩衝材を増やすなどした方が良いかなと感じます。せっかくいい製品なので、製品の質以外でマイナスな部分があるのはちょっともったいないかなと感じます。ヘッドレストは座ったままでも簡単に調節ができるのですが、少しコツがいるなと思いました。はじめは高さを変えようと結構力を入れても動かなくて硬すぎるのではと思ったのですが、土台部分が少し湾曲しているので垂直方向に力を入れてもなかなか動かないんですよね。土台の湾曲に沿って力を入れると簡単に動くので、この点が説明書とかに書いてあったらいいかなと思いました。ただ、垂直方向の力で動かないため、頭を乗せても下がってしまうことがないというのは良い点だと思います。C7 Pro はこのようにヘッドレストに頭を乗せて脱力すると下がってしまうことがあるんですよね。これは私の体格の問題なのですが、少し腕が短めなのでアームレストの高さが足りませんでした。最大まで上げてもこのように腕がアームレストにつかないんですよね。ちなみに C7 Pro だとこのようにしっかり腕を置けます。アームレストを調節できる高さを測ってみると、エイムチェアが約 6.5 センチ、C7 Pro が約 7.7 センチとなっています。エイムチェアのアームレストがあと1センチくらい上げられたら、個人的には完璧なチェアだったかもしれません。個人的には今まで使用してきたゲーミングチェアよりも座り心地が良かったですし、前傾姿勢が取りやすく、パソコン作業をする際の体への負担も少なく感じました。また、152センチの妻から173センチの私まで問題なく使用できるため、多くの方に合うのではないかなと思います。ゲーミングチェアとしてはもちろん、リモートワークに使用するのにも向いていて、5万円を切る価格で購入できますので、気になった方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。